水中スピカというバンドでギターをしたり歌ったりしている千秋と申します。よろしくお願いします。今使用しているギターなんですけど、これはファノギターズというアメリカのメーカーさんのギターになります。で、このギターは、必ずレコーディングをするときはもうこのギターというふうに決めていて、長く使わせていただいております。このギターの好きなところなんですけど、P19、P90 のついたギターっていうのをずっと愛用させてもらってるんですけど、その中でもこのピックアップっていうのが結構キラキラな音が出るピックアップなんですよ。パワーを出すっていうよりかはキラッとするピックアップがついているっていうので、このギターがやっぱり好きですし、何よりこのレリック加工がもともとされてたんですけど、この見た目のちょっとこの傷が入ってちょっとボロボロになっていく感じっていうのも結構愛着の湧くところではあります。私のボードのシグナルチェーンをちょっと説明させていただきます。まずはこの上側の5つのエフェクターボードなんですけど、これがスイッチャーに入っているっていう形になります。右側から行くとオーバードライブですね。アルテロカスタムギターズとカーディアンがコラボして作っているカエデというオーバードライブ。その横にアナログマンのプリンスオブトーン。ちょっとタッピングをクッと持ち上げたいとき、しっかりタッピング効かせたくて歪ませたいときにこちら使ってます。で、その横のメリスの LVX ですね。ちょっと前に出た最新の本当に多機能ディレイになっております。これはディレイとしても使えますし、飛び道具としても使ってます。で、その横のファゾームというウォルラスオーディオのリバーブなんですけど、これ私が結構前から本当にずっと好きで使っている、これも飛び道具として結構使わせてもらってます。で、その横の最後にアストラルディスティニー、これが、ループにもこれも入ってるんですけど、バンドで一番最後にする曲のイントロとか、ここぞって時に結構踏ませてもらってるリバーブになります。で、スイッチャーに戻ってきて、スイッチャーからアウトしてまず来るのがウォルラスオーディオのスロアーという、これもリバーブですね。これは結構アンビエントなリバーブで、これも、中間部分のちょっとしっとりとしているとことかで踏むことが多いです。で、最後にかけっぱなしのリバーブのポジションに今レッジスを置かせていただいています。先ほどの曲の最初の序盤の部分はずっとこのレッジスをかけていました。で、レッジスがかけっぱのリバーブでももちろん優秀なんですけど、ちょっと今回せっかくなんでちょっとアンビエントめな飛び道具として使える方の使い方で今回はセッティングをしています。ミックスとレングスは見ての通りこれぐらいなんですけど、リバーブの種類はプレートにさせてもらってて、私的にはプレートが一番結構アンビエント寄りな音が作れるなと思ったのでプレートを選んでます。
でこのダンピングなんですけど、一番こう左に振り切ってる状態、結構高温の成分を出してあげると綺麗だなと思ったので、もう振り切るぐらいでダンピングはなってます。ちょっとこのプレートのレッチスの先ほどの音でちょっとだけ弾いてみようと思います。次のポイントなんですけど、途中から、アストラルディスティニーを踏ませていただいています。でそれはレッチスと今重ね掛けをしてて、より深さを出してるんですけど、アストラルディスティニーだけでも全然いいんですけど、ちょっとせっかくなんでレッチスと重ねたっていう感じで弾かせていただきました。でアストラルディスティニーはいろんなタイプのシマーが出せると思うんですけど、今回は上シマーと下シマー両方が入っている方で、私が一番好きなセッティングがそれなんですけど、結構高音を弾いた時にこうキラキラキラーっとするので、そこの部分を採用したセッティングをしてるのと、アストラルディスティニーのもう一個の大きな特徴としては、このストレッチのペダルの機能っていうのがあると思うんですけど、ここで結構ピッチが下がったり上がったりで、そのピッチも踏む長さでちょっと変わったりとか、プッて踏んだりギューって踏んだりっていうので変えれたりとかもあるので、すごく個性が出るし、ただコードを弾いてるだけ、ただこう同じところを弾いてるだけでも、ここを踏むだけで全然こう世界観がこう追加されたりとか、飽きずに聴いていられるリフに一変してくれるっていうので、ここでちょっと遊び心のある音を作って弾かせていただきました。本当はスイッチャー私も使いたくない派なんですけど、ライブではタッピングをしながらこう歌を歌うっていうシーンが結構多いんですが、タッピングをしながら歌ってると足元で2個踏むとかっていうのがなかなかできなくて、やっぱりこうスイッチャーで1個踏むと全てが変わるっていうのが、もう本当はしたくないけどもなくてはならない存在になってるっていう理由でスイッチャーを入れてるのもありますし、このフリーザトーンのスイッチャーが結構バッファーが本当にいいので、音の劣化とかもあんまりないですし、結構リバーブとかもこう劣化せずにこうそのままの音で結構綺麗に鳴らしてくれるので、それで入れてるっていうのもあります。私が歌いながらこうタッピングをさせていただいてるんですけど、最初からそういうスタイルでバンドをしてたってわけではなくて、最初はもっとジャパニーズロックな感じで、だけど結構リフを弾くギターボーカル、ある境にちょっとタッピングにはまったことがあって、そこから結構音楽性がこうガラッと変わって、結構テクニカルな部分っていうのも取り入れるバンドにこう変わっていって、タッピングっていうものを初めて見たのが、ネット上で、その時はもうこんなものはできないって思って、もう頭からもうなかったんですけど、なかったけどちょっとやってみようかなっ
と思う時があって、やってみたらなんか意外とそっちの方が自分の手に合ってて、なんか弾きやすいなって思ったんですよ。ピックで弾くより、あれ、指でこうやってる方が弾きやすくないって思ったのが、タッピングを極めるそのきっかけではありました。私が、どういう感覚でペダルをこう選んで自分のボードに選択していってるかっていうところなんですけど、意外とそのタッピングをし始める前と後とではあんまり感覚は変わってなくて、昔から結構そのトランスペアレントな歪みがもちろん好きですし、その原音とあんまりサウンドの変わらない歪みを好んで使ってて、で中音域がこうクッとしっかり出る歪みっていうのがやっぱり好きで、その好みを保ちつつ、こういろんなペダルを、使ってきたっていう感じで、ただ空間系は最近は本当にメーカーさんもどんどんすごい空間系のペダルを出されてるので、もう私も追いつけないぐらいなんですけど、やっぱりそこでいいなと思ったものを入れていくので、入れる基準としては結構やっぱ個性的なやつかつ、使いやすさですね。使いやすい個性的な味のある空間系のペダル。けど昔から結構深いリバーブとか深いディレイとかちょっと変わったモジュレーションのかかるペダルっていうのはずっと好きなままで今は来ています。私のこのボードの中で、レッチスをかけっぱのリバーブとして使った時に、一番私の好きなもう一個の重ねるリバーブとしてはウォルラスオーディオのファゾームですね。これを重ねて弾いていこうと思うんですが、このレッチスの設定をかけっぱのリバーブにする時の設定なんですけど、かけっぱだと私はホール、真ん中のここのトグルスイッチですね、ホールにするのが結構好きで、ダンピングをさっきはプレートの時は一番左にひねってたんですけど、一番右に振り切らせてあげて、ちょっとウェットな世界観を作ってあげる。で、ミックスとレングスをちょっと絞ってあげると、かけっぱのリバーブとしてすごく私の好きな音になりました。ファゾーム単体で使ってももちろん結構いい音はするんですけど、このレッチスのかけっぱのリバーブがあることによってこうよりウェットな音の仕上がりになって、よりウェットになるからこそこの音の広がりですね、このレンジがかなり広くなっているような音作りに仕上がるので、この2個を重ねたリバーブ同士の音っていうのを好んで使ってますので。私のこの今のボードの中でもう一個結構好きな音の組み合わせっていうのがあって、このアストラルディスニーなんですけど、結構歪んだブーミーな音っていうのがすごく合うんですよ。なんか意外とこのクリーンでこうキラッとさせるのがいいのかなって思ってたんですけど、歪みと合わせるとまた違う顔色になってすごく迫力の出る音がするので、その音が結構好きで最近こう使うようになったんですけど、その音のセッティングをするときは歪みで結構低音と中音をグッと出すので、アストラルディスニーの設定は上島だけのセッティングにして使っています。これもちょっと弾いていこうと思います。私が曲をこう作っていく中でエフェクトの選択っていうのをやっぱしていくと思うんですけど、個性的なそのエフェクターに出会った時、こうそのエフェクターでこう遊んでた時に
こうふとこういうリフすごく合うなっていうのでリフができることはあるんですけど、しっかり曲を作ろうってなった時、そのバンドの曲をこう最初から書こうってなった時はそっちではなくて、割とこう曲を作ってリフが出来上がった後にこういろんなエフェクターをこう並べてどのエフェクトが合うかっていうのを選択していく。これデモ演奏だったりとか、ちょっとショートな曲を作る時とかっていうのは自分の中の発想のこの引き出しっていうのがあんまりまだ信用してなくてなかったりとかするので、このエフェクターのペダルの力っていうのをやっぱり借りてインスピレーションをもらって作るっていうことが多いです。EQD のペダルで私がこう気に入って使わせていただいている、一番の理由っていうのはやっぱりその個性 EQD にしか出せないモジュレーションの感じだったりリバーブの感じっていうのがあるっていうのはあるんですけど、やっぱりそれかつ使いやすさっていうのがこう兼ね備わっているっていうのが魅力の一つで、こういうなんか個性的な音が出るペダルのメーカーさんって本当にたくさんあると思うんですけど、結構こう玄人向けのものだったりとか初見じゃこう自分の思った音を出せないペダルっていうのも中にはあって、 EQD のペダルはそうじゃなくて広いジャンルと広いそのギター経験値の人が使えるっていうのがあって、それもあって私がギター初心者の頃から使ってるブランドさんでもあるんですね。それで今もこう初心者で亡くなった今もまだ使えてるっていうのが本当に EQD の面白みの一つでもあって、